皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、私たちの生命維持に欠かせない水に関係する情報をシェアいたします。水に関係する情報といっても水そのものではなく、水道事業について触れてみたいと思います。水道というと、最近お騒がせな水道料金の値上げのことが思い起こされると思いますが、なんとこのままでは水道料金が10倍になる可能性すら浮上してきました。今回はその対策を含めた情報をお届けしますので、ぜひ最後までご視聴ください。この動画を最後まで見ることで、1、水道民営化の背景、2、私たちの生活にどのような影響があるのか、3、水道利権の闇、4、私たちは何をしていけばよいかについて理解が深まり、私たちの知らないところでやりたい放題になっている実態を知ることができると思います。皆さんは水道民営化という言葉を聞いたことがありますでしょうか。今回は水道事業が民間企業に売却されることで引き起こされる悪夢についてお伝えできればと考えています。水道というのは今更言うまでもなく電気やガスなどよりも絶対なくてはならないものです。ところがミツカン水の文化センターが2019年6月に行った首都圏、近畿圏、中京圏の居住者1500人を対象に行った水に関わる生活意識調査の中で、その6割以上の方が水道民営化について知らないという実態が明らかになりました。私たちは政府や国が悪いことをするわけがないという性善説を前提として、政治に興味を持たないという平和ボケ状態を長く続けてきた結果、あらゆる面から様々な締め付けを受けています。知れば知るほど私たちはバカにされているのではないかという思いになってきます。ぜひこの機会に今何が起きていて、これから私たちにはどんなツケが回ってくるのかを考えるきっかけになってくれればと思います。上から目線で物を言ってしまいましたが、この動画を作成するにあたって情報の深掘りをすることで、私にはまだまだ知らないことばかりだということを知りました。きっとご視聴の皆様の中には、専門家や情報通の方がいらっしゃることと思います。ぜひコメント欄にて情報をシェアしていただけたらと思いますし、専門家でない方でも感想やご意見などがありましたらコメント欄への書き込みをよろしくお願いします。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、水道民営化というのは何かというと、文字通り私たちが日々使用する飲み水などの上水道や汚水を流す下水道事業を自治体の運営から民間企業への運営に変えるというものです。そもそもなぜ水道民営化が進められることになったかというと、1、水道の老朽化、2、耐震化が遅れている、3、人口減少による自治体の脆弱化、4、水道事業者の資金問題と言われています。言われていますという言い方をしたのはどうやら他の理由がメインである可能性があるからです。確かに日本国内にある水道設備の多くは1960年頃の高度経済成長期に建設されたもので、その大部分が耐用年数である40年を超えてしまっているという現実がありますし、全国で古くなった水道管による水漏れ、破裂事故といったトラブルが報告されています。でもこれらインフラの老朽化というのは最初から分かりきっていたことだったのではないでしょうか。急に湧いて出た問題ではないことは明らかです。水道事業というのは自治体が行っているわけで、その財源確保は少子高齢化によって減少していくということもずっと以前から分かっていた問題だと思います。つまり国も自治体も今後明らかに大きな問題となるということを知りながら放置してきたという事実は、ズバリ業務怠慢をしてきたということなのではないでしょうか。それはトンネルや橋梁などのインフラでも同じパターンだと思われます。よく言われる水道を民営化するメリットはというと、1、水道環境の維持、2、競争が生まれることで市場が盛んになる、3、運営権の売却によって小さな自治体でも売却益が出る、4、利用者の選択肢が増える、5、特典やキャンペーンが利用できるかもしれないということが表向きのメリットとして挙げられていますが、どこかで聞いたような宣伝文句だと思いませんでしょうか。そうです。グローバル化を推進する時もこのようなことを言っていましたが、グローバル化が進んだ結果何が起きたでしょうか。そうなるとやはり利権の匂いがしてくると思います。水道の民営化が叫ばれ始めたのは2013年4月、当時の副総理であり財務大臣であった麻生太郎による日本の水道は全て民営化する発言ではないでしょうか。これをワシントンの CSIS
アメリカ戦略国際問題研究所を訪れた時にスピーチしたのです。つまりは外資に売り渡すという宣言です。 CSIS と聞いてピンとくる方はかなりの情報通だと思います。小泉進次郎もこの機関に関わっています。どんな機関かということの詳細は割愛しますが、私権だと庶民の幸福を実現するような活動をしているとは思えないということだけに留めておきます。話を元に戻しますと、水道民営化によって私たちの生活はどのようになっていくのでしょうか。実は水道事業の民営化はすでに海外では相当数実施されており、そのうち235例が失敗し再公営化されています。なぜ失敗したか、その原因を知ることが、これから私たち日本人に降りかかる災難を知ることと言えることなのではないでしょうか。他国で何が起きていたかというと、サービスの低下、料金の上昇、漏水率の上昇、汚職の頻発などです。特に水道料金の値上げが私たちの生活に直結します。南米のボリビアという国で起きたことは悲惨です。水道料金だけを見てもなんと4倍に跳ね上がりました。水道の民営化を進める上でメリットとして謳っていたサービスの向上と料金の引き下げは全くの嘘だったということです。特に日本の水道インフラは世界に例がないほど行き届いており、水道管の総延長は約66万 km、地球16周分もあり、このインフラ更新費用を水道料金に盛り込まれたら感覚的には10倍とか言ってしまうのではないかと思ってしまいます。自治体による水道事業というのは利益目的ではないということに対して、民営化すれば株主などの出資者などに対して配当を出さないといけない宿命となり、その分料金が割高になっていくというのは当然のことだと思うのですが、皆さんはどのように考えますでしょうか。そして南米のボリビアで起きたことをもう少し詳しく紹介しておくと、国際通貨基金 IMF という国際連合の機関の一つと世界銀行によって経済的に侵略された典型的な国となりました。世界銀行の融資を受け入れたボリビアは、ほとんどの公益事業を民営化させられてしまい、国民の生きる糧である水道事業までも民営化されてしまいました。ここまでは日本の今と同じ感じになっていますね。その結果何が起こったのかというと、当然ですが利益を追求する民間企業によって水道料金は以前の4倍に跳ね上がり、利益追求のために提供された水には細菌の入った不衛生なものとなって健康被害が続出するという事態となってしまいました。水道事業の民営化をさせる前に言っていたサービスの質の向上と料金の引き下げは実現するどころか民営化以前よりもはるかに悪くなったといいます。この時に水道事業を請け負っていたのがベクテル社といい、メイン株主にはブッシュ家やネオコン政府の関係者であることが分かっています。結局 IMF も世界銀行も表面ではきれい事を並べておいて実際やっていることは、電気や水道、電話、ガスなどのその国の生命線であるインフラを乗っ取って、その国民から利益を絞れるだけ絞り取ろうということが行われているのです。この構図は中国共産党による一帯一路と全く同じことだと思いませんでしょうか。一帯一路は債務の罠ということですが、 IMF と世界銀行によるボリビアをはじめとした南米の国々はグローバル企業によって生命線を抑えられ、お金がなければ水さえも飲めない状態にされ、まさに奴隷化された国民から利益を搾取し続けられるという、結局15世紀の大航海時代から始まった植民地政策が形を変えて今も続いているということです。そういえばその IMF から日本の消費税は低すぎる、15% にするべきだというレポートが出されていますが、そのレポートの作成には日本の財務省から出向している者が関わっているのをご存知でしょうか。つまり日本のマスコミがまたもや宣伝マシンとなって、 IMF も日本の消費税は低すぎると言っているということで、消費税のさらなる増税を正当化しているというわけです。知れば知るほど怒りがこみ上げてきますよね。みんなぐるというわけです。これらのことを見ても、政府は決して日本国民の幸福を願って政治をやっているとは限らないという構図を知るべきだと思いますよね。これらの事実は間違いなく国会議員は知っているわけで、何とかしなければならないと考えている議員もいるはずです。しかし多くの国民がこういった事実を知らなさすぎで世論が作れないことが、私たちの未来に暗雲が立ち込めている大きな理由だと思われます。日本の水道民営化法案を可決されたタイミングで、マスコミは何を大騒ぎしていたかというと、サッカーワールドカップでの日本代表の活躍に沸き、オウム真理教の松本智津夫被告ら7名の死刑執行に驚かされたのは7月第1週でしたが、その7月5日、水道事業の運営権を民間に売却できる仕組みを導入することなどが盛り込まれた水道法の改正案の採決がしれーっと衆院本会議で行われ、
自民・公明両党と日本維新の会と希望の党などの賛成多数で可決されてしまったのです。いつも国民の目を他にそらして、その裏で大事な法案が可決されるということばかりが行われています。オウム真理教の松本智津夫被告らの死刑執行はわざわざこのタイミングにしたのでしょうか。いかがだったでしょうか。知れば知るほど国民をバカにしているのではないかという感情にならないでしょうか。今回取り上げたボリビアのケースと日本のケースが非常に似ていて、なんと水道法改正案の立案にフランスの水道関連大手ベオリア社の職員が内閣府の民間資金等活用事業推進室に政策調査員として在籍していることが明らかになっています。水道法改正が可決した後、事業参入するであろう企業の職員が法律の改正案の策定に具体的に関わっていることは異常すぎますよね。そして麻生太郎氏の娘がベオリア社の重役と結婚をしているという事実は決して偶然ではないと思いますし、結局は利権絡みの政略結婚と言われても仕方ないと思いますよね。日本国民というのは良くも悪くもお上が言うことに対して文句を言わず、ただ従順に従うという方が圧倒的に多く、騙されやすい一面を持っていると思います。そこにつけ込むようにやりたい放題やらせていてはとんでもない国になってしまいます。今回の動画によってリアルタイムで水道料金が上がっていくという現実と向き合いながら、このような状況になってしまった原因も理解しつつ、このまま放っておいたらその延長線上には水道民営化になって水道料金が現在の5倍、10倍になっていく可能性は十分あるという認識を深めることにお役に立てればと思います。私たち国民がこのような問題意識を高めることで、政治家も適当に仕事していると突っ込まれまくるという状況を作り出していけばかなりの牽制になっていくと思います。また、水道事業にまつわる話はまだまだ深掘りしたいことが多くあるというのが正直な感想です。また機会を作って情報をシェアしていきたいと思います。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。